こんちは。4G 初めから攻略パート29です。前回は G3 キークエを攻略し、緊急クエストのゴブマジオスが出現しました。今回はマジオスを討伐して G 級特別許可証の入手を試みるよ。大一番と言っていいでしょうかね。緊急ラスト頑張りましょう。よっしゃ、じゃあやっていきますかね。武器はアーティをチョイスしてますが、ぶっちゃけ通常マジオスには相性が悪いですね。まあね、効率的にやるならボウナンで火炎弾と貫通撃つのが一番だよ。ただ、剣士でもクリア自体は可能だから別装備を用意する手間と天秤にかけた結果だ。相当時間かかるとは思いますが、安全にやっていきましょうか。よし、戦闘開始だ。圧倒的でかさだな。初見ではビビること間違いなしですね。シリーズ最強のラスボスと言われてます。とにかくこいつは体力が多くて1分1秒無駄にできない。無属性ならなおさらだ。まずは4足状態に移行するまで比較的柔らかい足とか尻尾を切っていくぞ。この子は特定部位に重油をまとうのですが、通常、流体、気体と肉質が3段階あります。このうち通常状態では肉質が非常に渋く、物理は全然通りません。これは流体、気体と移行するごとに徐々に軟化していくんだけど、非属性攻撃を当てることで強制的に移行させることが可能だよ。そのため、さっきも言いましたが、ガンナーの火炎弾で軟化させるのが鉄板ですね。重油をまとう部位は非属性自体も効きやすいので効率がいいです。逆に言うと、物理変調の武器で来るのは肉質的にはメリット皆無だよ。今回は大剣自体の立ち回りやすさを買って担いできてるけどね。無属性の場合、通常状態で殴るのは前足か後ろ足ですね。切断40と35なので通らなくはないです。さて、じゃあ最初の戻り弾行くか。支給品を取りつつ激流走を狙おう。先ほども言った通り、激流走を狙う際は4足状態を確認してから戻るといいです。立ち上がった状態では防壁の上にビームを連打することがありますからね。4足状態で待ってれば、ほぼ間違いなく激流走に当たりに来てくれるからね。じゃ、準備を整えて戦場にレッツゴー。移動してきました。ここでのんびり待ちます。なお、激流走は10分ごとに再使用ができます。準備ができ次第、撃っていった方がいいです。ダウンが取れるし、激流走自体のダメージもかなり大きいみたいだからね。さあ、無事にヒット。初回はすぐ降りず、乗り蓄積を狙おう。これは攻略本にアドバイスとして載ってましたね。降りるときに乗りを狙うといいそうです。そしたら、あとは背中を殴っていきます。マジオスはいろいろダウンするタイミングがあるんだけど、激流走は比較的長いダウンになるね。これ、強なぎまで入れようとすると意外にギリギリだよ。乗りを狙うと、まずフルヒットしないね。背中、1段階目も壊れませんでしたね。早めに壊せると楽になるんですが。このクエではサブタゲにもなってるしね。ダウン中は基本的に背中を殴るよ。で、怒り移行したね。攻撃力 1.35 倍になって一撃がかなり重くなるな。以前は怒り状態イコール軟化だと思ってましたが、重油の状態と怒りの有無は関連ないようです。一応、ダメージは通りやすくなるけどね。狙う部位は怒りと一緒だな。基本的にはコードの後にダメ始めで間に合いますね。下半身に張り付いてれば比較的安全です。あ、高速弾が解禁されました。クエスト開始3分の合図です。高速弾は強制的にダウンが取れるけど、ダウン時間はかなり短いんだよね。意外と弾自体の判定もシビアだから、
狙えそうな位置に来たら狙うくらいでいいよ。無理に誘導して被弾リスク上がっても困りますからね。で、この辺、わかりやすくノリ狙ってますが、いまいち捉えきれてませんね。ノリは早めに取っておきたいんだよな。背中に一定ダメージ入るし、ダウンも取れるし。マジオスが壁に手をつく場面が狙いやすいね。素早く行動しないと間に合わないけど。これはちょいと遅いですね。マジオスが手をついてる時間は長くありません。そのままビームに移行です。仕方なく流体になってる翼脚を狙います。翼脚は流体になってようやく後ろ足と同じ肉質だ。アーティだとあんまり狙う意味ないね。一竜ははちゃめちゃに通るんですがね、この段階で強力な体験がありません。で、そのまま横向きビームに移行だね。ビームはやられが面倒だから食らっちゃいけないよ。爆発の範囲も広いので前方で隙をそらすのは厳禁ですね。あ、これは油を振りまく攻撃だ。この時は適当に後ろ足を狙ってるよ。たまに油を食らって中断されますが、油そのもののダメージは低いのであまり気にしてません。じゃあ、位置もいいし、対地高速弾でも撃ちますかね。ちゃんとヒットしましたね。高速弾がかなり細いので割とよく外れます。ダウン時は背中に一発入れて、その後は後ろ足を狙っています。背中、ようやく1段階壊れたね。背中壊しのペースはちょっと遅めだな。あとはしばらくガチンコ勝負ですね。体力に気をつけつつ地道に削りましょう。おりゃお、乗れましたね。乗り攻防は難しめなのでしっかり決めてください。でかいやつは1回の行動が長いからな。隙ができた時に一気に決めたい。頑張ってボタン連打するぞ。しかし、マジオスに乗れると知った時は結構衝撃でしたね。確か、マルチのマジオス部屋で回してて、味方の総中根が急に乗り始めたんでしたっけ。乗り成功時って強制的にダウン体制になるからね。何が起こったのかと思ったよ。MH4 のラスボスは乗りと縁がなかったからな。ダラは骨格的に仕方ないけど。ダラは乗りどころか登ってましたもんね。あれはあれで、ゴーらしくて楽しかったです。しかし、背中を壊すことができなかったな。やっぱりちょっとペース悪いかなこれ。ダメージ自体は取れてると思いますけどね。もうちょっと様子を見ましょう。さあ、いつの間にか20分張りだ。まだまだ元気だな。お、BGM が変わりましたよ。体力 50% を切りました。ここからは重油が常に気体状態となり、肉質がかなり軟化します。残り27分ちょいだったね。30分以内にこうなれば一応討伐可能ペースだな。ただ、こうして飛行状態になったり、一部の行動が変化します。尻尾破壊した時、高速弾拾ってませんでしたね。対空高速1回では落とすことができません。対空状態の突進は地上でも普通に当たるからな。攻撃できないし、ちゃんと逃げないといけないよ。重油も落ちてから爆発するようになりますね。普通に痛いし、火あられがあるので厄介です。火力を出せる状態ですが、ちゃんと生存も意識しないといけませんね。あ、激流層復活した。もちろん、この状態でも激流層は有効だよ。激流層はタイムキーパーにもなるし、一息つけるタイミングにもなりますね。近接で行くなら3回分くらいは調合素材を持っていくといいと思います。これで激流層3回目か。あとどれくらいで終わるのやら。25分張りになりました。まだ背中が壊れませんね。ここで翼脚ひるみか。このダウンで壊れてくれないかな。背中破壊はタイムにも影響しますからね。さてどうか。おーし、ようやく壊れたぜ。ナイスです。そのまますかさず落ちた激流層を起動します。槍は位置とか撃つ方向を変えられないので、落ちた瞬間に撃つのが確実ですね。しかし、よくまだ起動できたよな。大長老の話では相当前に盗まれたそうだが。重油が絡みついてるので劣化を免れたのかもしれませんね。マジオスもずっと背中に鉄の塊がくっついてて重くなかったんでしょうか。マジオスの背中事情はわからないが、ここに来て一矢報いるの熱い展開だよね。ですね。槍は撃つと壊れてしまいますが、最後に町を守る本懐を果たせて満足してそうです。よし、ここまで来たらあと一歩だ。散っていった初代激流層のためにも負けられないぞ。さあ、開始34分が経過。いよいよ時間も少なくなってきたぞ。ここに来て2代目激流層が復活しました。まとまった攻撃を入れるチャンスです。
ため切り自体はコンスタントに入れられてるので、ペースとしては悪くないと思います。途中、ちょっと無駄な被弾もあったけどね。大筋は外していないはずだ。さあ、今日ためコンボを食らえ。まだ耐えますか？本当に体力多いですね。頼む、もう終わってくれ。おお、終わった。本当に疲れたな。タイムは34分半。ギリギリ30分張りでしたか。居合装備のままでいけると高をくくってましたが、なかなかにしんどかったですね。火力不足をひしひしと感じたよね。殴っても倒れない感じだった。重油が個体のクエストは、ボウなんか非属性武器を用意すべきだな。ともあれ、これでドンドルマを守りきりました。胸を張って大老殿に戻りましょう。ほい、無事に G 級特別許可証を入手した。ついでに古文書も託されたぞ。大長老は G3 のさらに上と言ってましたが、ランク自体は G3 までとなります。受注条件が特別許可証のクエが G3 に追加されていく感じですね。さあ、ここからだけど、とりあえず、託された古文書の解読を進めていこう。G3 でもまだやってないクエストありますからね。それを消化しつつ、解読を進めていきましょう。よし、じゃあ改めてやっていくか。解放後最初の相手は G 級シャガルをやります。これは古文書の解読にも期待できますね。大長老も言ってた通りで、基本的に強大な相手を狩るほど解読が進みます。効率重視なら G3 の複数クエをやるか古竜を討伐することだね。逆に G2 以下の単体モンスターだけやってても父として進まないよ。試しにオフが一等クエをやってみたら一文字しか進まなかったんですよね。対して古竜であれば3から4文字は進みます。その差は歴然です。さあ、
G 級ラスボスの後は村ラスボスとの戦いだ。相手は地雷が超強化されてるが、こっちも居合を手に入れてるからな。油断はしないでくださいよ。ここ、真ん中の岩が壊れるまでは地雷が避けづらいです。相手の攻撃力も高いので、上位までとは一線を画す強敵だと思います。まあね、G 級シャガルについては地雷の数が上位までと全く違うよ。こっちが立ちたい場所にことごとく置いてあるからね。オフガーシュと似たベクトルで強化されてるな。基本的な戦法は上位までのものが通用しますが、討伐するまではずっと気が抜けませんね。こいつ、武具も微妙だよな。武器は武器種によっては有用だけど、防具は匠以外微妙なスキルばっかりで、全然要求されたことないよ。ガンナーの腕と腰はまだ使いそうですね。潔癖と装填数がついています。我々にとってはギルクエで戦うイメージ以外あんまりありませんね。4G 発売当時、こいつより G 級の通常ゴマ素材の方に注目してたからな。大老殿には混沌ゴマのクエストしかないから、通常ゴマはギルクエ限定なんだよね。最初はイベクエ限定と勘違いしてましたよね。素材だけ見えてて解禁されてないパターンかと。上位まで当たり前にいたモンスターがいないと、どうしても不安になるよな。で、シャガルくんさ、その振り向いて投げ払う攻撃、やめてくんないかな。これ、立ち位置によっては当たらないんですけどね。意外とダメージがあって邪魔です。なんとかフレーム回避を狙ってるんですが、微妙に避けるの難しいんですよね。いやいやアーティならもうちょいスムーズに狩れる予定だったんだが。こりゃ、結構真剣にやらないといけなそうだぞ。言うても G 級古流ですからね。登場時期もこの子だけ遅いですし。実は G3 クエでの解禁はマジオスとシャガルが同時なんですよね。これ、割と謎だよね。ドスコ流より格上扱いでもないし。むしろ、報酬金に関しては、シャガルが一番低いんだよな。村ラスボスだったモンスターとしての特別待遇なんでしょうか。それにしても、シャガルはワイルズに出るんでしょうかね。可能性高いとは思いますけど。ゲームとしてみれば、出て叱るべきだけど、世界観的には、ちょっと怪しいところもあるよな。シャガルが生まれるまでに、たくさんのゴマが必要だし、その過程で混沌も出てくるだろうし。サンブレイクでは、その辺すっ飛ばして、普通に出てきてましたけどね。今回で言えば、マジオスの方が危ないだろ。あいつ、どうやったら再登場できるんだよ。大長老の口ぶりだと、文献とかにも全く登場しなかったらしいですね。さすがに別個体がいないとは思いませんが、どういう経緯で再登場するか想像もつきません。体がでかい点に関しては、ワイルズは広そうだからワンチャン問題ないかもしれないが。でも、ワイルズは比較的希望があるんじゃないですか。なんたってフォーとのつながりが多いですから。少なくとも水から出られないナバル君よりよっぽど可能性あると思いますよ。期待しない程度に待っておくか。あの中二病な武器の説明がまた見られるといいね。オープンベータ2回目が終わり、ワイルズ発売も本当にあと少しになりました。4G は引き続き頑張りつつ、新作も楽しんでいきましょう。スタン来ましたね。シャガルのスタン時間は短めとなってます。それでも、まとまった攻撃チャンスをもらえるのは嬉しい。1回だけでもスタンさせる価値あるよ。スタン中はバットを貯めないのがポイントですね。TA を見て学びました。TA の真髄は細かい部分にあるのですが、こういうセットプレーは参考にしやすいですね。ここの隙ってどう動くのが効率的なんだろうってのが、大体解決するからね。TA 勢って言ってみればそのモンスターの専門家だから、それを無料で見れるのはほんとありがたいよな。我々がやってるこの動画シリーズも 4G 攻略の一助になれば嬉しいですね。パート30近くまでやってきて、そういうコメントもらえることも増えたよね。最近 4G やり始めて参考にしてます。みたいな。ああいったコメントは投稿者冥利につきますよね。本当にありがたいことです。そもそも、発売10年以上経って新規でプレイする方がいるのもすごいですけど。ほんと、そこは 4G のパワーなんだろうね。改めてすごいゲームだよな。これからも 4G の魅力を最大限にお伝えできるといいですね。さて、もうじき10分経つくらいかな。残り体力はどんなもんだろう。通常クエは久々にやりますからね。ただ、振り向きの調子はいいようです。今パート中に古文書1冊目は解読したいので、早めに倒れてくれると助かります。よし、ここチャンスだ。あ、終わったわ。なんだかんだ5針出たぞ。さすがアーティというか、今回は全体的にうまくいきましたね。
よーし、それじゃ、解読の進み具合でもチェックしますか。おお、4文字も進んだぞ。やっぱ解読したいなら古流だな。どうしましょう。進めるために、また手をでもやりますか？いや、手をもう動画で見せてるし、ちょうどやってない古流いるから、あいつやろう。さて、その前に、あれ、なんか作るのありましたっけ？やっぱこれ見とかないと、マジオスポエム。マジオスポエム。では、僭越ながら。冥界に沈めし、異形の哀絶。闇は記す。忘れ去られし時の狭間で嘆き悲しむ者の姿を。あーいたたたた。これがラスボス武器ってマジオス？久々に見ましたがなかなかの破壊力。グラン武器を彷彿とさせる香ばしさですね。やや読み手の悪意が増長させてた感はありますが。すっきりした。マジオス界ではこれの読み上げやりたかったんだよね。じゃ、満足したから次行こうか。まあいいですけど、いい性格してますね。よし、じゃあやっていこう。クエ自体はだいぶ前に出てたんだが。ダレンですね。実はイベント以外で G 級個体とは村でしか戦えません。ちなみにクエスト出現には村 G 級における団長のストーリーを進める必要があります。内容は尺の都合でカットしてるから気になる人は自分の目で確かめてね。まあぶっちゃけ、カリスマ美容師猫ほどのインパクトはないかな。それはあなたが美容師猫好きなだけでは。なんかエモい感じのセリフ入ったぞ。ストーリーはしょってるからいまいちピンとこないが。ざっくり言えば、ある装備の設計図を追いかけるのが団長のストーリーになってますね。その集大成がダレンというのは MH4 を感じられていいと思います。で、肝心の G 級ダレンだが、こいつは正直全然強くないね。戦闘自体は上位と変わってる部分も多いですが、体力が村仕様でかなり少ないんですよね。ダレンって決戦ステージの猛攻をしのぎながら体力を削り切るのが難しいポイントだったんですが、それこそ G3 に上がれる武器とハンターであればすぐクリアできちゃうと思うよ。ダレン戦ってことで猫も連れてきたが、正直これもいらなかったかもな。さて、じゃあ採掘も終わったし、背中の弱点でも殴りますか。さっき戦闘の仕様が変わってる話があったが、本体は特に変わってないね。まず背中の弱点を狙って、腕が壊れたら噴気口を叩いていくよ。武器が強力なので火力は十分ですね。調湿をバンバン入れていきます。特別許可証まで解放したし、そろそろ極限強化もしていきたいよな。極限個体がまだ出てないからやりたくてもできないんだけどさ。極限個体の出現自体は G3 段階で可能なんですけどね。1体出すのに通常個体を数十匹狩る必要があって、結構時間かかるんですよね。あとは古文書を進めていけば極限が出るね。当面は狩猟数を稼ぎつつ古文書埋めかな。アーティとブーストオアフォールだけでも強化できれば、だいぶ戦力上がるしね。あとやるべきなのは装備作りですかね。有名なテンプレくらいは揃えたいところです。それと並行して探索もしないとね。このシリーズの目標は140ラー討伐だし。まだまだやることたくさんあるな。マジオスクリアなんてほんの通過点だね。要素を解放しちゃえば自由度高いですからね。まあ、このゲーム解放するまでが大変なんですが。マジオスも発売当時は多くの難民を生み出したことで有名です。感覚的には火の国の日にならないほど困ってる人いたよね。言っても火の国はただのキークエだし、自分で貼らなくてもクリア扱いになったからな。当時のことはよく覚えてます。我々はスタートダッシュで一気に抜けられましたが、少し後からマジオスにたどり着いた人は協力者が集まりづらかったみたいですね。当時はマジオスの肉質の使用についても理解されてなかったからね。G3 段階の武器であの体力を削れって言うんだから、ハードルとしてはかなり高いよな。
マジオス自体はネットでいじられがちですけど、戦闘面の強さは本物ですからね。さっきはネタっぽく武器の説明文を紹介しましたが、クリアできない人にとっては笑い事ではありませんね。まあ、武器の説明以外もいじられてたけどね。それマジオスってよく見かけたよ。あれ、誰が言い出したんでしょうね。さて、打連戦ですが、無事に腕を壊して奮起口にたどり着いています。弱徳と砲術師があるから問題なく壊せるだろうね。おそらく、激流ソウターンも飛ばして決戦ステージに移行できるはずだ。村の G 級クエスト全般に言えますが、G3 以降は相対的にかなり体力低いですよね。G3 クラスの武器で叩いてると火力でゴリ押しができてしまいます。クリアしやすいのは普通にありがたいよね。村限定のモンスターもいるわけだし。上位が終わっても村は攻略してった方がいいな。というか、何気に通常の G 級クエストが村に出るのって 4G が唯一ですってね。他の作品でも最終クエだけ G 級扱いとかはありましたけど。言われてみればそうかもね。素材を集めやすくするための救済なのかな。おや、決戦ステージ移行です。激流ソウターン来ませんでした。いいね、やはり火力十分だ。で、G 級ダレンは決戦ステージが目の前から開始だよ。話が早くて助かるよな。これ、難易度を上げる調整でしょうけど、近い方が逆にありがたいですね。上位まではバリスタ打つくらいしかなかったですが、すぐ武器で攻撃できます。しかも、ここに移行した時点で残り体力かなり少ないからね。ダウン一発くらい取れれば、そのまま押し切れるんじゃないかな。右腕は壊してありますので、ダウン時にまた奮起口を攻撃できますね。しかし、砂に潜っただけで V が復活するのは、どういう仕組みなんだろうか。サメの歯みたいに次の奮起口が体内でスタンバってるのかな。まあ、岩を飛ばせなくなるのは困るでしょうけど、そんなスペースなさそうですけどね。お、ダウン来ましたよ。ウィン貯めたら登りましょうか。G 級ダレンいいね。兵器もいいけど、やっぱり武器で攻撃したいよな。上位まではなかなか近づいてこないからな。初期位置はマップ外にいるし。すぐ追いかけると、討伐した時マップ外で剥ぎ取れないことありますからね。こういう超大型が剥ぎ取れないのは、非常にストレスになります。それこそ、初期作のラオミラみたいにな、頭がめり込む伝統は断ち切っていけ。ほらほら、こっちは解放2ループで殴り放題だぞ。これは痛いだろ。これは楽しいですね。あらら、そのまま終わってしまいました。11分ちょいか。なんか拍子抜けするほどあっさりいったな。ダレン素材もいずれ集めると思うから、これはありがたいわ。古文書の解読もこれで進みそうですね。古流がサクッと終わるのはありがたいです。それじゃ、解読の進み具合のチェックといきましょうか。お、揃った揃った。これで G 級キティが解禁だぜ。一冊目はさすがに早かったですね。じゃ、大長老に報告しましょうか。よーし、2冊目を入手だ。順調なんじゃないか。いいですね。今後は1回で1冊の解読を目標にしていきましょうか。クリア後もどんどんモンスターや装備が解放されるな。ますます楽しくなってくるぞ。それじゃ、コンパートは締めよう。パート29にしてマジオス討伐まで来ましたね。
長いような短いような。想定通りっちゃ想定通りだね。くだらず続けられたし、よしとしよう。それに、まだまだ大老殿の物語は終わらないぞ。古文書がたくさん待っている。ですね。これからは目標達成だけでなく、シンプルにプレイの量も必要になってきます。投稿ペースを守りつつ、装備も拡充していきましょう。よっしゃ。じゃあ、次回からは古文書編として、引き続き頑張っていくぞ。ほいじゃ、次の動画で。またね。